こんにちは。今日はとても簡単な模様編みで作るベストを編んでいきます。この模様編みはほとんど長編みでできていてシンプルなんですが、ちょっと凝った感じに見えて可愛く出来上がります。長編みだけなので出来上がるのも早いです。この四角形を2枚編んで閉じ合わせるだけなのでとても簡単に出来上がります。よかったら試してみてください。使う糸はナスカのエブリデイソリッド 100% アンチピリングアクリル 100g で約250メートル、カラーナンバーは30番、並太です。これを3つ使います。針は9号と10号を使います。作り目のところだけ10号で編んで本体を9号で編みます。あとはとじ針とマーカーとハサミを使います。まず四角形を2枚編んでいきます。作り目の数は3の倍数プラス2。今回の作り目の数は65目。横幅は48から50センチぐらいになると思います。縦は55センチぐらい。これは好みで変えてください。私はサンプルとして小さく編んでいきます。太い方の針を使います。で、鎖を編んでいくんですが、私は必要な鎖の数に何目かプラスして編んでいきます。そうすると1段目を編んでからもう少し幅を広くしたい場合、1段目を増やすことができます。おすすめなのでよかったらしてみてください。必要な数の鎖と余裕分を編んできました。1段目は細編みをしていきます。針を細い方に変えます。で、細編みをするので鎖を1つ裏返します。この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、次も細編み、次もこのまま必要な数だけ細編みをします。必要な数まで編んで、もう少し幅を狭くしたい場合や広くしたい場合には3の倍数で増減します。もうちょっと広くしたい場合は1、2、3、残った鎖はほどいておきます。次は2段目、鎖を3つ
今回私は先に本体を編んでしまっていて、そっちはこの鎖3つの立ち上がりと違う立ち上がりの仕方をしています。それが少しややこしかったので、やはりこの鎖3つの立ち上がりをしていきたいと思います。後で脇を閉じますが、閉じ方などは同じなのでご了承ください。鎖3つの後に長編みを編んでいきます。鎖の根元の隣から長編み、次も長編み、端まで長編みだけをしていきます。一番端にも長編みをします。次は3段目、鎖を3つ、1、2、3、裏側にします。次は V ステッチを編んでいきます。足元1つ飛ばして2つ目に長編み、鎖の根元はここで1つ飛ばして2つ目、鎖を1つ、同じところに長編み、次は足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、鎖を1つ、同じところに長編み、これを繰り返していきます。端まで編んでいきます。端まで来ました。下の鎖の下から3つ目に長編み、1、2、3、2本の糸の下で長編み、次は4段目、鎖を3つ、次はこの三角に針を入れて長編みを3つ、1、2、3、次も三角に針を入れて長編みを3つ、
次もこれを端まで繰り返していきます。端まで来ました。下の鎖の下から3つ目に長編み、でまた2本の糸の下、この長編みと V と長編みの3段を1セットにして編んでいきます。この繰り返しになりますが、もう少し編んでいきます。次はこの長編みのところ、鎖を3つで裏返して、鎖の根元の隣から数えて1つ目に長編み、隣も長編み、この長編みを繰り返していきます。端まで来たら下の鎖の下から3つ目に長編み、次は6段目、鎖を3つ V ステッチを編んでいきます。足元1つ飛ばして2つ目、鎖、同じところ、次は足元2つ飛ばして3つ目、これを端まで編んでいきます。端まで来ました。また下から3つ目に長編み、次は7段目、この三角に長編みを3つ、とこの3段1模様を繰り返していきます。しばらく編んでいきます。3段で1セットの模様を13個編んできました。長さは55センチ。私は55センチにしたんですが、もうちょっと短くても大丈夫だと思います。これは好みで長さを変えてください。最後は細編みを1段編んでいます。模様の後に細編みで、糸は切らずに置いています。もう1枚も同じように、最後は細編みを1段で、糸は切らずに置いています。
で、表を確認します。細編みを見て表の方が表、こっちが表でこっちが裏、中表にして合わせます。ここが裏で表表裏、端を合わせて、これは好みの長さ分合わせるんですが、私は端から15目めにマーカー、こっちも端から15目め、約11センチ、これぐらい開けてみようかなと思っています。で、マーカーをつけて閉じ合わせていきます。糸端は 3.5 倍ぐらい残して切ります。向こうの2本の糸の下、手前の2本の糸の下、向こうは同じところ、もう一回針を入れます。で、隣も同じように2本の糸の下、向こうも2本の糸の下、次もこのままマーカーのところまで剥ぎ合わせていきます。端は同じところにもう一回で、糸を固定して隠します。反対側も同じように閉じ合わせていきます。剥ぎ合わせていきます。次は脇の下を閉じ合わせていきます。腕が出るところは
約22センチ。ここから下を閉じ合わせていきます。まず角の糸端の出ているところ、反対側の角、細編みの下になります。で、新しい糸を引き出して鎖を一つ、これを引き締めます。隣の細編みにこのまま引き抜きます。細編みに引き抜きました。次は鎖を2つ。長編みと長編みの間に針を入れて、で引き抜きます。鎖2つと長編みと長編みの間、また鎖を2つ、長編みと長編みの間、反対側も同じようにまた鎖を2つで、長編みと長編みの間、これでマーカーのところまで閉じ合わせていきます。マーカーのところにも引き抜きます。鎖を1つ、表と裏を裏返します。表が手前になりました。こっちが表で、こっちが裏。次は細編みで2周します。袖のところを細編みで編んでいきます。鎖1つ編んでいるところ、次のここは合わせたところで、次の長編みに細編みを2つ、ここに2つ、次も2つ、次も2つ、次もこのまま細編みをしていきます。
これが最後の長編み。最初の細編みに引き抜きます。で、もう一周細編みをしていきます。鎖一つ、細編み、一つの細編みに一つずつ細編みを編んでいきます。で、ぐるっと編んでいきます。一周したら糸を切ります。このまま最初の細編み、手前から向こうに針を入れます。で、最後の細編みに戻ります。上からで、後ろで隠していきます。他の糸端もすべて処理します。もう片方も同じように編んできました。サイズは縦が54センチの横が49センチ。袖ぐりは22センチの襟ぐりが25センチ。とっても可愛く使いやすく出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございました。